こんにちは。ゼロから行政書士第29回です。前回は住民の権利と直接請求を学びました。直接請求は4種類、署名は50分の1か3分の1でしたね。今回も地方自治法を続けます。テーマは議会と長の働きです。地方の政治を動かす2つの主役を学びます。肩の力を抜いて一緒に理解していきましょう。まず、今日学ぶ内容を整理します。一つ目は、二元代表制という仕組みです。地方では、議会と長を別々に選びます。二つ目は、議会と長のそれぞれの権限です。どちらが何を決めるのかを区別していきます。三つ目は、両者が対立した時の制度です。猜疑や専決処分、不信任と解散を見ていきます。それでは早速始めましょう。はじめに二元代表制を確認します。地方では住民が長を直接選びます。同時に議会の議員も直接選びます。二つの代表を選ぶので二元代表制と言います。国の仕組みはこれとは異なります。国会が内閣総理大臣を指名する議院内閣制です。地方では長と議会が対等の立場に立ちます。長の任期も議員と同じく4年です。互いに抑制し合い、均衡を保つ関係です。次に議会について見ていきましょう。議会は地方公共団体の議事機関です。住民の代表として重要な事柄を決めます。議員の任期は原則として4年です。議会には定例会と臨時会があります。定例会は毎年条例で定める回数だけ開かれます。臨時会は必要がある場合に開かれます。会議を開くには原則として議員の半数以上の出席が必要です。議会の中心的な権限は議決権です。96条は議決すべき事件を定めています。一つ目は条例の制定や改廃です。二つ目は予算を定めることです。三つ目は決算を認定することです。予算は事前に、決算は事後に関わります。他に契約の締結や財産の処分などもあります。これらは法律が定めた大切な議決事件です。住民の負担に関わる事柄が中心になっています。予算と決算についてもう少し見ましょう。予算を作るのは長の仕事です。しかし、それを決めるのは議会です。決算は1年間の実際の収支の結果です。議会はその決算を事後に認定します。決算が認定されなくても支出の効力は変わりません。また、議会は条例で議決事件を追加できます。住民に身近な事柄を自ら決められる仕組みです。ただし、追加できない事項もあるので注意しましょう。続いて、長について見ていきましょう。長とは、都道府県知事や市町村長のことです。147条は、長の統括代表権を定めています。長は、団体を統括し、これを代表します。148条により、事務を管理し、執行します。議会に議案を提出するのも長の仕事です。先ほど見たように予算の調整も長が行います。長の下には副知事や職員などの補助機関がいます。長には規則を定める権限もあります。15条が長の規則制定権を定めています。長は法令に違反しない範囲で規則を作れます。規則は議会を通さず長が単独で定めます。ここで条例との違いを整理しましょう。条例を作るのは住民の代表である議会です。規則を作るのは執行機関である長です。規則には5万円以下の過料の定めを置くこともできます。誰が作るのかをしっかり区別しましょう。
ここから対立の場面を見ていきます。まず、祭議という制度です。議会の議決に長が異議を持つことがあります。その時、長は理由を示して祭議を求められます。これは長の拒否権とも呼ばれます。条例や予算については任意で祭議に付せます。再び同じ議決をするには特別多数が必要です。出席議員の3分の2以上の同意が求められます。議決が法令に違反する場合は必ず祭議に移します。次に専決処分を見ましょう。本来は議会が決める事柄を長が決める制度です。議会が成立しない時などに認められます。議会を招集する暇がない場合もこれにあたります。長は処分をした後、次の議会に報告します。そしてその承認を求めなければなりません。承認が得られなくても処分の効力は残ります。ただし、長は必要な措置を取ることが求められます。議会があらかじめ委任した事項も長が専決できます。いよいよ不信任と解散です。議会は長の不信任を議決できます。不信任が議決されると議長が長に通知します。長は通知を受けた日から10日以内に動きます。議会を解散するか、自ら身を引くかです。10日以内に解散しなければ長は失職します。解散した場合は選挙の後新しい議会が開かれます。そこで再び不信任が議決されると長は失職します。不信任の議決には特別多数の同意が必要になります。ここで議会と他が表で対比します。選ばれ方はどちらも住民の直接選挙でした。これが二元代表制の出発点です。権限を見ると、議会は条例や予算を議決します。長は事務を執行し、規則を定めます。対立した時の手段もそれぞれ持っています。議会には不信任、長には祭議や解散があります。抑制と均衡の関係をイメージしておきましょう。この対比表は試験でも問われやすいところです。ここで今日のクイズです。議会と長の関係についての問題です。正しい内容はどれでしょうか？ A は長と議員を議会が選ぶという内容です。B は規則制定権を長が持つという内容です。C は不信任を受けた長は解散できないという内容です。少し考えてみてください。正解は B です。地方は二元代表制で議員内閣制ではありませんでしたね。そして不信任を受けた長は議会を解散できましたね。今日のまとめです。地方は長と議会を別々に選ぶ二元代表制でした。議会は条例や予算などを議決します。長は事務を執行し規則を定めます。長は議決に異議があれば祭議を求められました。議会を開けないときは専決処分もできました。議会は不信任を、長は解散を持っています。抑制と均衡の関係を整理しておきましょう。ここまで議会と長の働きを学びました。二元代表制という地方の骨組みが見えましたね。次回も地方自治法を続けます。テーマは自治事務と法定受託事務です。二つの事務の違いと国の関与を学びます。今日の祭議と不信任は数字も含めて復習しましょう。議会と長の権限の区別も忘れずに整理しましょう。高評価とチャンネル登録でこれからも一緒に頑張りましょう。